スパイファミリーの日本語考察。漫画とアニメで人気のスパイファミリー。登場人物の3人、ロイド、ヨル、アーニャは、それぞれ個性的な話し方をしています。彼らの日本語について考察します。まず、それぞれのキャラクターです。父、ロイド・フォージャー、精神科医です。正体はスパイ、コードネーム、黄昏。母、ヨル・フォージャー、市役所の職員です。正体は殺し屋、茨姫。両親を若い時に亡くして弟を養うために殺し屋になりました。娘、アーニャ・フォージャー、ある組織の実験でエスパーになった女の子です。彼らは本当の家族ではありません。黄昏が任務のためにアーニャを孤児院からもらってきて、ヨルさんと偽装結婚しました。3人はそれぞれ自分の正体を隠して一緒に暮らしています。父、ロイドの言葉はアニメでは分かりにくいですが、漢字の言葉がとても多いです。普通の会話ではあまり使わない難しい言葉をたくさん使います。そして、ちょっと古い表現が多い。ないの代わりに、んをよく使います。見つからないではなく、見つからん。わからないではなく、わからんと言っています。この場面では、でかしたと言っていますが、今の人なら、よくやったか、やったと言うでしょう。この話の設定が1960年代から70年代なので、その設定に合わせた言葉選びかもしれません。語彙力が高いのは、読書をたくさんしているからでしょう。読書をすると、自然に難しい言葉や古い言葉が身につきます。彼の話し方は、頭が良くてちょっと古風な正統派というイメージになります。ヨルさんや先生たちと話すロイド・フォージャーは、自分のことをカタカナで僕と言います。ロイドの前のロバートの時は、ひらがなで僕でした。でも、頭の中やフランキーやアーニャと話している時は、カタカナで俺と言います。俺の時は、話し方も少しそやで乱暴になって、命令形が多くなります。彼が意識的にキャラクターを使い分けているのがよくわかります。まとめます。彼は読書家で語彙力が高い。表の顔と裏の顔とで、はっきり言葉を分けて使っています。表の顔はスマート&エレガントですが、裏の顔は違います。アニメを見るときは、彼がアーニャやフランキーと話すときの言葉と、ヨルさんと話すときの言葉の違いに気をつけて見てみましょう。次です。母、ヨル・フォージャー。彼女はいつも敬語で、です、ますをつけて話します。弟と電話で話しているときも、アーニャと話すときも、頭の中で考えているときも、ほとんど同じです。普通は、家族や友達、子供には敬語を使いません。はじめは敬語で話していた人でも、友達になったら敬語を使わなくなります。敬語を使うか使わないかで、心の距離が遠くなったり近くなったりするのです。誰にでも敬語で話すヨルさんは、親しい友達を作るのが下手なはずです。また、とても真面目な性格で、嘘をつくのはあまり上手じゃないでしょう。裏の仕事について上手に隠せているのは、隠すことが仕事の一部だと思っていて、罪悪感がないからではないでしょうか。
彼女が自分のために嘘をついた場合、他の人はすぐに気がつくでしょう。そして、んですではなく、のですと言います。この場面では、普通はいいんですというところで、良いのですと言っています。彼女もロイドと同じで、ちょっと古いエレガントな話し方をしています。彼女の同僚たちは現代の若者の言葉を使っていますから、余計に目立ちます。ロイドとはお似合いの夫婦だと言えるでしょう。まとめます。彼女は人間関係に不器用で、他の人との距離感を縮めるのが下手です。弟や子供に対しても、普通の大人と同じように敬意を持って接しています。年齢や見た目、属性で判断しないで、誰でも同じように扱います。性格は素直で真面目。表裏がなく、嘘は苦手なタイプだと言えます。最後に、娘、アーニャ・フォージャー。彼女の特徴的な言葉は、まず、お父さんではなく、父と呼ぶところでしょう。お父さんのおとさんは、尊敬や親しみを込める意味があります。親が子供に最初に教える言葉の一つです。一方で、父はただの続き柄です。尊敬も愛情もありません。つまり、アーニャは、お父さんという言葉より先に、家族関係を説明するだけの言葉、父を覚えたのです。物心ついた時から、お父さんと呼ぶ人が近くにいなかった。そして、それを教える人もいなかった、ということです。彼女の言葉のもう一つの特徴は、自分の名前以外、ほとんど全部ひらがなだということです。カタカナ言葉も全部ひらがなで、スペースもほとんど使いません。とても読みにくいので、自然にゆっくり読んでしまいます。それが読んでいる人に子供っぽさを感じさせます。また、彼女は日本語の間違いがとても多い。例えば、小さい「つ」が言えなかったり、形容詞にマスをつけたりしています。これは日本人っぽくない間違いです。もしかしたらアーニャはもともとは違う言葉を話していたのかもしれません。まとめます。アーニャは喋れるようになる前に家族と別れたと考えられます。周囲に幼児教育ができる人がいない環境で育ったはずです。もしかしたら母語が違うかもしれません。日本語が第二言語だとしたら、理解できる間違え方がたくさんあります。この3人が3人ともとても特徴的な話し方をしています。敬語を勉強している人は夜さんの話し方を、語彙を増やしたい人はロイドの話し方を真似してみるといいでしょう。また、最近の若い人の話し方をする市役所の同僚たちや、とてもカジュアルに話すフランキーの言葉遣いについても注意してみると、日本語の勉強にもなるし、物語がもっと面白くなるかもしれません。